ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりレ夢ムです。クローの家事って中国史第69回始めるぜ。まずお断りします。ほい。シリーズとして困った品学者たちをアップしておりますが、どしたの？今日は感想曲として AI シリーズ第2弾をしたいと思います。AI は原隆の夢を見るか？チャット GPT に聞く。ゆっくりしていってね。さて、今頃チャトグ PT さんを持ち出してくるとは。前に AI がどれだけ使えるか試した時はチャトグ PT さんがまだ怪しかったからな。それで、根拠も示すパープレクシティさんにしたのですね。だって、あの当時のチャットさん簡単な質問でも人物名がいい加減なのを出してきたというし。いうところのトークンが貧弱な割り当てなのよ。根拠わからなかったし、待たされたりしたよね。でも、Chrome のバーにアイコンがいつの間にかついていて、便利に使えるのですよ。でも、開発会社のオープンさん収益的な問題があるようですね。神サービスであるし、十分な企業価値あるからなんとかなると思います。それで、1000回3トン配日云々のところでアイコンを押して、どう返ってくるか試したのです。その回答結果を見ておやっと思ったので紹介します。聞いた日付を言う。2024年10月29日です。では、どうだったの？まず聞きました。パリ講和会議に際しての日本の方針はどのようなものでしたか？あたし、チャット GPT します。1919年のパリ講和会議での日本の方針は、主に以下の2つに焦点を当てていました。山東省のドイツ権益の継承。第一次世界大戦で日本は連合国側に立って参戦し、1914年にドイツの植民地であった山東省広州湾青島を占領しました。パリ講和会議では、この戦時中に占領した山東省の権益を日本が継承することを求めました。日本は戦争での貢献をもとにこの権利を主張しましたが、この問題は中国にとっては屈辱的なものとなり、中国国内で強い反発を引き起こしました。結果として、山東省の権益異常問題は中国国内で大規模な抗議運動護市運動を誘発しました。どうですか？ウプ主以外には非常に的確な記述と思われるでしょう。多分、たくさん質問受けてますね。そして、2項目目もあるのはいいですね。2項目目いきますね。人種平等条項の提案。これが来ているのか。どれどれ。日本はパリ講和会議において人種平等条項を提案しました。これって、牧野さんだよね。多分。これは、国際社会において人種的な平等を認めることを求めたもので、日本の地位向上を目指すとともに、当時世界的に蔓延していた人種差別を是正する意図がありました。原さんもそうだけど牧野さんのこの考え方って進みすぎていたのよね。しかし、この提案は白人諸国、特にアメリカとオーストラリアからの強い反対を受け、最終的には認められませんでした。交渉の場では、カードとみなされてもいたよな。山東問題だけでなくこれでもごねるのかと思われたのよね。この拒否は日本の国民感情に大きな影響を与え、後の対外政策にも影響を及ぼしました。これらの方針は、日本の国際的地位を高め、アジアにおける影響力を拡大する狙いがありましたが、結果的に多くの摩擦と反発を生むこととなりました。牧野さんは交渉のカードにしようなどとは思わず、空前の国際会議で主党の主張をするべきでありと、しただけなのな。で、どうなの？今言ったような不満もありますが、よくまとまっていると思います。そもそもが、人種平等案の意図はしっかり牧野さんの人物を知らないと理解できないものなのだな。未だに交渉のカード扱いでしょうね。原さんの構想があって、牧野さんのこの提案だからな。で、やっぱり日本が外交上のレトリックとしても山東半島を返還すると言っていたことは出てきていないと。原さんの構想を知らないと、外交文書が難解になるんですよね。理解できずに叙述してしまう。当然、ここはチャトグ PT さんが逃げないような設問をするのね。当然。では、逃げられないように再問します。原隆の日記によれば、日本の方針としてパリ講和会議に際しては山東半島を中国へ返還することを前提として、交渉するとなっていますが、そのことは世界の歴史家、外交史において知られていますか？さて、原さんの日記の記述をチャトグ PT は否定するでしょうか？どれどれ、原隆の日記には、日本の方針として、パリ講和会議に際して山東半島を中国に返還することを前提とした交渉方針が記されています。出ている。この点については、日本国内では戦後の研究や日記の公表を通じてある程度知られていますが、世界的な歴史家や外交史研究者の間ではあまり広く認識されていない傾向があります。日本国内では戦後の研究や日記とあるのが渋いぜ。パリ講和会議における日本の主張は、表向きには山東省のドイツ権益を継承し、実質的に支配を確保することが焦点とされていました。しかし、原隆の日記によれば、会議後に山東半島を返還する意図も内包されていたことが明らかです。これだけで、通常の日中関係史の記述を超えてますよ。そして、実は次がまた振るっていて AI 無視できないと思ったのだぜ。とはいえ、この方針は日本政府内部や外交交渉の場で十分に共有されたわけではなく、講和会議ではあくまで山東省の権益の保持が強調されました。パリの交渉団の中には吉田茂やら松岡洋介がいたのだけれど、原さんの日記に見る方針を知らないようなのだな。驚いたのは、日本側でこの方針が十分共有されていなかったとまで指摘があったことなのです。うすうすそうとは思いながらもそうウプ主は明記できなかったのな。誰かが、そう書いている。そうかもしれないが、そうするとそこまでは誰が書いているのかな？多分、日本の方だろうけど、
それでも、4月30日の謎解きはできていないだろうけど。では、ワトソン君、次行きます。ワトソン？その結果、中国側の反発が強まり、五四運動の発生につながったのです。多くの外交史や国際史研究では、日本が三島権益を保持することを強調し、返還意図は十分に伝わらなかったと捉えられることが多く、原敬の日記が示すこの内々の方針は、外交史全体で十分に認知されているとは言い難い状況にあります。チャトグ PT さん、ちゃんと答えてくれている。すごいよね。で、チャトグ PT さんも学習しているということですね。なんか記憶しましたという表示が出ました。学問的には拡散しますかね。根拠はある主張なのでね、拡散はしてほしいですが。さて、大先生たちの話の続きの準備をしなくちゃ。チャンネル登録お願いします。